すぐ打ち勝ってですね、バランスをとって生きていくことができます。瞑想の聖地インドで修行者1億人の頂点に立つ史上初の女性、ヨガの母ヨグマタ相川恵子が送る人生の羅針盤。今回のテーマは、こんにちは、ヨグマタ相川恵子です。今日は、健康についてのお話をさせていただきます。皆さんはね、健康になりたいということでね、いろいろな方法がありますので、調べ出したらね、そういうものにハマっていくというかね、健康になりたくて体操をする方もいらっしゃるでしょうし、あるいは食事、療法とかね、自然食を食べるとか、そういうことにどんどん凝っていくっていう人もいるんですね。私自身もそういう部分的なものをやっていた時代もあるんですよね。なんか赤本とかっていうのがあってね、そういうのいろいろな健康法が書いてあったりしてね、今やったらみんな間違いみたいなことを申したらやっていたかもしれないんですね。私のところに来る方もね、筋肉をもりもりさせるとかね、スポーツでね、スポーツジムに行かれて筋肉を鍛えるとかね、いろいろやってるんですけれども、なんかジョギングをしたりね、常にやらねばならないっていう心がね、私すごくね、ちょっと怠け者なので、頑張るぞっていうのがすごく大変な感じがしたんですね。そして瞑想に出会ってですね、すごく安らぎをいただいて、その深いところからね、命の働きが湧いてくるっていうのがね、すごく魅力だなって、その命の働きによって全てのものが癒されてね、免疫力が高くなってね、病気にならない体になるということで、また私はヒマラヤに行ってですね、究極のサマーディという悟りのね、修行をさせていただいたんですけれども、それは真理に出会っていくということでね、その本当の自分に出会うということなんですけれども、自分自身を最高の人間にしていくという究極の真理を体得することでね、すべてが備わってくるという、そういう修行なんですね。私たちは一体誰であるのか、私たちの中に一体何があるのかということでね、健康について言ったら、この肉体ですよね。やっぱり肉体が健康になるのに何が必要なのかっていうこと、よく疲れていると老廃物がたまるとか言うじゃないですか。ストレスがたまるとかね。そういうストレスを溶かしてしまう、そういう力がね、源のそういう純粋なエネルギーにあるんですね。誰もが持っているんですけれども、曇ってしまってそういうものが目覚めていないんですね。で、それを目覚めさせると、すごくそういうストレスが解けてですね。で、肉体のレベルでも純粋になってですね。で、本来ね、私たちを食べたもので体が作られると思っているし、また筋肉を鍛えるとか、そういうことを思っているわけですけれどね。だから、もちろん良い材料でね、体を作るっていうのがあるんですけれども、その中に元の心がね、悪かったりね、心配の心から作るとね、いい作品が出なかったりね、そういう嫉妬心からね、体ができるかもしれないし、そういう平和なところから生まれるとバランスがいいわけですよ。だから心もね、この品質に関係してくるんですね。もちろん体をきれいにするんですけれども、人間は心があってね、心が心配したりね、怒ったりね、そういうこと、怒りをもとにね、その細胞が分裂していくと、怒りのエネルギーがあって、それで
濁ってしまうっていうね、そういうところで平和な愛に満ちた心でそうやって自分の体を作っていくのがいいのかなって。だからそういう普段ね、そういう心になっていくと健康になっていくんだと思うんですね。真のヨガ、瞑想を通して100万人以上に愛と平和を伝えてきたヨグマタ相川恵子に学ぶヒマラヤシッダー瞑想無料説明会を開催中。 LINE 登録するだけで完全瞑想ガイドをプレゼント。詳しくは概要欄から。世の中には様々な健康法が溢れているかと思うんですが、その中でも瞑想が人の健康に及ぼすパワーとは一体どのようなものなのでしょうか。いろいろな健康法があってね、皆さんがいろいろそういう旅をしてですね、その時一時的に良くなるのかもしれないんですけれども、やはりその源の力によってですね、生命エネルギーがねありね、そうした質の良い人になっていくのには、ヒマラヤの、聖者の伝授するですね、その瞑想のそれをやっていくことによってですね、あなたのいろいろ染みついたそういうエネルギーをね浄化して、そして源からの力によって癒されパワーが出るので、何か仕事をして疲れるとかね、お酒を飲んだりとかね、あるいは何かすごい健康的なドリンクを飲むとかね、注射をするとかいろいろあるかも、一時的なものがあるかもしれないんですけれど、急がば回れということでね、いろいろな少し研究されて科学も発達していろいろな健康法が生まれてきましたけれど、やはり対症療法なんですね。心理的なものにしても肉体的なものにしても部分部分をちょっと強めたり整えたりね、あるいはなんかそぎ落としたりとかいうことだと思うんですけれど、源からね私たちをこの平和で愛によって癒されて知恵によって、そういうことをするのがヒマラヤシッダー瞑想なんですね。だから瞑想をしていくことによって、それをやることによってあなたはこういうものは必要なのかいらないのかっていうことも分かるのでね。ただねいろいろ手当たり次第にねやっていくっていうことでなくて、本当に悟ったレベルでやっていくとね、自分で自分をコントロールできるようになっていくんですね。だからそのようなぜひ健康法、本格的なね源からのパワーを引き出し、生命エネルギーを引き出して健康になるということをねやっていただけると、あなたの歪みも体の歪みも取れますし、心の歪みも取れますし、それからパワーが充電しますし、自分が不健康だなって思っていることが全部解決して健康になっていきますので。でまた私のとこでいろいろねリトリートとかもやっていましてね、例えば背骨が歪んでるとかね、そういう別に背骨を治すわけじゃないんですけれども、源のパワーによってですね、人体が元に戻ったり骨格が元に戻ったりということでですね、見えないところからね全部整っていく、そういうようなねがんが消えたりとかね、いろいろね、そういう本来ありえない奇跡がいっぱい起きてますね。良いことだけをしていくということで、さらにね免疫力が高まってね、それを学びにしてね、なんかちょっと不節制したのかなとか、欲の心が多かったかなとかね、もっともっと命の源泉につながってね、そしてパワーをいただきながらそういう生き方をしていくことができるのでね、そういった病気にもすぐ打ち勝ってですね、バランスをとって生きていくことができます。ヨグマタジは病気になったりすることはあるのでしょうか。心理をねやっぱり体得していくっていうのは大変なことなので、それを成功したっていうのは一部の方で、私はその究極のサマディを成し遂げたので、祝福っていうのを与えてるんですね。